ウィツアマップの旅案内。今回はエジプトギザの大ピラミッドをお届けします。首都カイロ市に隣接するエジプト第3の都市ギザ。このギザの砂漠に並ぶように建てられているのがギザの三大ピラミッドです。3つのピラミッドの並びはオリオン座の三つ星を表しているという説もあります。小さい順にメンカウラー王のピラミッド、カフラー王のピラミッド、そして最大のクフ王のピラミッド、そしてカイロ側からのピラミッドへの侵入を監視するかのようにギザの大スフィンクスが鎮座しています。これらギザの三大ピラミッドと大スフィンクスはメンフィスとその墓地遺跡の一部として世界遺産に登録されています。建設時期は紀元前2500年頃、なんと約4500年もの長い間、エジプトの砂漠にて人々の注目を浴びてきたわけですね。ナポレオンもこのピラミッドを訪れました。1798年、エジプトがオスマン帝国領となっていた時に、フランス軍を率いるナポレオンがカイロに侵攻。この時にナポレオンが鼓舞するために軍隊に放った言葉。兵士諸君、遺跡の頂から4000年の歴史が諸君を見下ろしているが有名です。19世紀にはヨーロッパの外国人の名所となりました。現在では年間1400万人もの観光客が訪れると言われています。ギザの三大ピラミッドはクフ王の息子のカフラー王の息子のメンカウラー王の親子3代で作り上げた3つのピラミッドです。それではラクダに乗って3つのピラミッドを巡っていきましょう。メンカウラー王のピラミッド。古王国時代、第4王朝のファラオであり、クフ王の孫であるメンカウラー王のピラミッドです。現在の高さ61メートル、だいたい20階建てのビルと同じ、日本の成田山久留米分院、旧世寿母観音像とほぼ同じ高さです。このピラミッド、実は12世紀にイスラム王朝の王によって破壊されかけました。3つすべてのピラミッドを破壊するつもりで、まずは一番小さいメンカウラー王のピラミッドを選んだんですね。作業員たちは8ヶ月もの間、くさびやテコ、ロープなどを使って石を引き出そうとしたそうです。しかし、引き出した石は砂に埋もれて容易に取り出すことができなかったそうです。結局、破壊は断念することになったのですが、その傷跡がピラミッドの側面に残っています。ピラミッドの内部に入ることができます。体をかがめながら、対向車とすれ違いができない空間を歩いていきます。傾斜もあります。傾斜を降りていく行きより、登っていく帰りが大変ですよ。ちょっとした休憩部屋がありましたけども、中狭いですね。高さがないのでバックカメラも使えちゃうし、
結構大変です。移動するのが。でも頑張っていきます。内部通路の行き止まりは写真撮影スポットになっています。カフラー王のピラミッド。古王国時代第4王朝のファラオであり、クフ王の息子であるカフラー王のピラミッドです。現在の高さ136メートル。日本の長崎県佐世保市、針尾送信所電波塔とほぼ同じ高さです。外壁が削られているのが特徴です。紀元前12世紀にファラオのラムセス2世がカイロ近郊の都市ヘリオポリスに神殿を建てるために外壁を取り崩したと言われています。一方、近世17世紀のオックスフォード大学の教授の著書では、南側を除いては表面は滑らかだと記載もあります。つまり、17世紀以降にも誰かによって多くの外壁が破壊されたものと思われます。ピラミッド内部には岩盤に掘られた穴から作られた埋葬室があり、カフラー王の石棺があります。そこには1818年に訪れた探検家ジョバンニ・ベルゾーニの碑文もあります。クフ王のピラミッド。ギザの大ピラミッドとも呼ばれます。紀元前2500年頃、古代エジプトの第4王朝の王、クフ王の墓です。現在の高さ138メートル。日本の愛知県一宮市の展望タワー、ツインアーチ138とほぼ同じ高さです。紀元前2世紀に古代ギリシャの旅行者たちに広まった古代世界の七不思議と呼ばれる7つの建造物があります。クフ王のピラミッドはこの七不思議の建造物の中で最も古く、そして今も当時の状態を維持している建造物です。建設当初の高さは 146.6 メートル。3800年以上にわたり世界で最も高い人工建造物でした。また、建設当初は石灰岩で覆われており、白く輝いていたそうです。カイロ南部にトゥーラと呼ばれる石灰岩の採石場がありました。ここから石灰岩がクフ王のピラミッドに輸送された記録が4500年前のパピルスに残されています。長い年月を経て外壁の白い石灰岩は取り除かれて高さも8メートル低くなっています。19世紀にカイロにあるアラバスターモスクの上部を建設するため、この外壁が取り除かれたと言われています。ピラミッド内部の王の間には石の棺があります。中世初期に発見された時はすでに石棺は壊れていて、中身はすべて取り除かれていました。ギザの大スフィンクス。エジプト神話やギリシャ神話などに登場するライオンの体と人間の顔を持ったクリーチャーです。スフィンクス像はカルナック神殿などにもありますが、一番有名なのがギザの大スフィンクス。全長73メートル、高さ20メートル。一枚岩から掘り出した像としては世界最大です。ギザの大スフィンクスはカフラ王のピラミッドと一緒に作られたと言われており、顔はカフラーに似ています。もともとは顎ひげもあったのですが、破損し脱落しています。鼻も破損しています。1798年のナポレオン軍侵攻より前、1755年の書物では、
すでに鼻が破損した様子がスケッチされています。また、古代から幾度か胴体が砂へ埋没しています。1865年の日本の幕末期、使節団が訪問した際の写真でも埋没してますね。古来から幾度となくスケッチされてきた建造物でもあります。いかがでしたでしょうか？ギザの三大ピラミッドと大スフィンクス。4500年という長い歴史にもロマンを感じますが、ナポレオンをはじめ多くの歴史的人が訪れ、記録を残してきたという点でもロマンを感じます。砂の大地にそびえる巨大建造物。もし行ってみたい気持ちになったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。世界は好奇心でつながる。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。